はい、今日はちょっと余白を使って、解説していきます。弾め回しについてですが、白帯があって、こっちを外側、こっちを内側とすれば、ここが定点の角質ですね。白帯で、ここが底壁中層の仮面になります。底壁中層の仮面。もちろんこの外には外装もあるんですが、外装も薄くあります。ですが、底壁中層の仮面の2分の1。2分の1が、路作、弾め回しについての、最大2分の1まで路作と弾め回しをかけれるとなっています。では、実際の、策定の画面、実際の歪めで見たときに、和牛なんかの場合あるんですが、昔僕はどうやら思い違いをしてて、いろいろ調べてもらったりした結果、底壁中層の仮面が昔は黒い部分が底壁中層の仮面、白い部分がすべて白帯、そして定点の角質がまた、グレーから黒と思っていましたが、和牛なんかでも別の場合があるので、それをちょっと、写真なんかを使って、紹介していきたいと思いますので、そちらをどうぞ。ちょっと画面を切り替えてもらったんですが、写真の方を見て、切りかすの白帯の白いゾーンの中心あたりに、白い琥珀の線が入っていると思うのですが、これを、大学の研究機関の方に調べてもらって、見てもらったら、実は白帯はこの琥珀になっているより内側、琥珀より定点の角質側の白い部分を、白帯と呼んで問題ないようです。琥珀のところだけが白帯と呼んで問題ないと言ってもいいんですが、僕たちが、処理する弾め回し、路作修正、最大 OK 部の2分の1に関わってくるのがこの琥珀より外側の部分なので、内側の部分は一応琥珀が厳密に言うと琥珀になっている部分が白帯という認識で OK です。白いところが全て白帯という認識で、昔僕はいましたが、どうやらそれが間違っていたので、皆さんも、頭の片隅に置いてもらったら、琥珀の外側、この残った部分の、2分の1を限度として路作修正なり、弾め回しなりをするというふうな認識で問題ないので、言えば黒い部分は全部消えてしまって問題ないですよということです。牛の蹄を、輪切りに、手自体を輪切りにした方の写真があると思うんですが、その、輪切りの写真の、底壁の部分に、肺壁に当たる部分にちょっと注目していただけたらと思います。肺壁の内側にもう黒い層の下に肺壁にも白い層が出てます。おそらくそれが、ずっとこう定々の仮面の方にもその白い組織が移行しているので、
骨格の外側にも白いゾーンが発生するというような感じなのではないかと思われます。だから白と黒という、単純な見分けで、底壁中層の仮面は測れない。測れる牛もいます。もちろん。そこは、単純に白と黒だけで判断するのでは、間違いになっていくので、注意していってみてください。それでは始めます。底壁中層の仮面と、底底の角質、白体。これ、どこからどこが白体なのかっていうと、また、違う写真もこれ並べて、表示してもらおうとは思うんですけども、ちょうどここ白い骨格になってますよね、白体の途中が。この骨格になってるところ。この骨格の部分だけが実は結合組織の白体でした。ちょっと某大学の先生に、サンプルで削った蹄削っていくと、こうやって白いゾーンの途中に、骨格が現れてきます。これ他にもいろいろあるんですけど、これだったりとかこれだったりとか、この白い線の部分だけが結合組織であるということが、やっと分かって、で僕は今までずっと勘違いしてたんですけども、黒が底壁中層の仮面で、白から白が白体で、ここが底仮面の底底の角質だから、この白から白まで全部が白体だと思ってましたが、実は調べてもらった結果、この骨格になってるこの中央に走ってる、これでいうとこの線のわずか1、2ミリ2ミリから多くても3ミリ以内のここだけが白体でした。ということはどういうことかというと、底炉をかける底壁中層の仮面の2分の1はどこまでなのか。こっからここが底壁中層の仮面です。この骨格より外側だから、この骨格の外側、この中心に走ってるこの白い線の外側が、半分残ってれば、つまりこれは爪によって違うんですが、爪によってはここの黒いところが本当1ミリか2ミリぐらいしかないような1ミリぐらいしかないような爪もあるんですが、したら 0.5 ミリが欠け白かっていうとそうではなくて、このちょうどここに走ってる、これは白と黒がここちょうど白体の外側と内側ではっきりしてるんですが、そうでない場合もこの白いゾーンの中央に走ってるこの線、ここだけが白体であるということを覚えておいてください。よってこの中央に走ってる白い線の外側の角質が残ってないとダメですよっていうことです。これは今までね、僕はずっと思い違いしてたんで、もし同じように、勘違いしてる人がいたら、僕はずっとこの黒いゾーンが少し残んないとダメだと思ってましたが、そんなことないです。これより外側なんで、ここは黒が全部消えたぐらいがちょうどいいぐらいですの底炉、ヤスリの掛け白の話でした。これで、今後また底炉かけるっていうのをやっていってみますけども、これを参考に、一つ覚えておいてください。それでは今日はその研究の調べてもらった研究の結果の発表、そこから、次はだったらどこまでかけましょうかっていうのをやろうと思うので、一旦そこまで頭に入れてきてください。それではまた来週。私のところでは個人事業主として一緒に作庭日本一を目指してやってやろうという方を募集しております。同時に新規作庭依頼も受け付けております。今日の動画が勉強になった、参考になったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、いいねよろしくお願いします。